この家には私たちが住むから、あんたは出て行ってちょうだい。どうせ遺産目当てで実家に住み続けてるんでしょ。本当にいやらしいやつだな。さっさと出て行ってちょうだい。そう言って私を追い出そうとしてきた姉夫婦。私が父の介護をしてきたというのに、父も私ではなく姉を選んだ。わかったわ。でも私が買ったものは私が持って行ってもいいわよね。どうぞご勝手に。姉にそう言われたので、私は自分が買ったものをまとめていった。ちょっと。どうして家具や家電が一切ないのよ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私は家族と仲が悪い。いや、というよりは家族から阻害されている。私には2歳上のゆかという姉がいるのだが、私の両親は姉のことを溺愛していた。それは姉がとても美人だったからだ。またピアノが得意でコンクールなどでも入賞していたから、それも音楽をしていた親にとっては可愛がる要因となっていたのだろう。ゆかは本当にいい子だね。ピアノの先生も褒めてたわ。この子は天才だからな。将来は有名なピアニストになるだろう。両親はそう言って姉にばかりお金や時間を使っていた。一方で私はというと、何においても平凡だった。顔も平均的だし、スポーツも芸術ごとも別に秀でていない。そのため両親は私のことを次第に構わなくなった。やっぱり私たちにはゆかしかいないな。そうね。のぞみには何も期待しない方がいいわね。とりあえず私たちに面倒だけはかけないでちょうだい。親は子供の頃の私にそう言ってきた。私は面倒をかけないというのがどういうことなんだろうと子供ながらに考えていたのだが、よくわからず、私は小学生の時に担任の先生に聞いた。すると、勉強を頑張っていい子にしていれば親は喜ぶし、面倒をかけないで済むぞ、と言ったので、私はそれを鵜呑みにして、ひたすら勉強に打ち込むことにした。そして学校の成績は常に優秀にして、学校での態度も真面目であることを意識した。絶対に親に面倒をかけないぞと強い意志を持って、小学校生活を過ごした。だがそれでも両親は全くと言っていいほど、私に見向きもしない。口を開けばゆかはゆかはと、姉のことばかり。私がどんなにテストでいい点を取ろうと無反応だった。その頃、姉は街中でスカウトをされてキッズモデルみたいなことをしていて、親の話題はだいたい姉の撮影のことだった。とっても可愛くて輝いていたわ。これは将来が楽しみだな。最近は美人〇〇なんてのが流行っているから、美人ピアニストとして世間から注目を浴びるだろうな。親バカという言葉は私の両親のためにある言葉だと思うが、厄介なのが、姉ならそういう評価を世間から得られそうなところだ。もちろんそういう芸能の道が甘くないことは分かっている。だけど姉なら運も味方にして、そういう成功をしてしまいそうだなと思ってしまうのも、また事実だった。だから親も姉を溺愛しているのだろう。両親は姉が欲しがるものを何でも買い与えていた。新しいお洋服もおもちゃも何でもだ。だから私には使う金はないからと、いつも姉がいらなくなったものばかりを与えられた。クラスでみんなが流行りのものを持っていたとしても、私は姉が飽きるまでは持てないので、私に回ってきた時はすでにクラスでは流行っていないことが多い。だから私は周りの話に入ることもなかなかできなくて、悲しい思いをたくさんした。幸いそれで私を仲間外れにするようなひどい人はいなかったので、その点は救われたと思う。両親による姉への溺愛ぶりは、私が中学生になってからも続いた。その頃には姉はさらに美人さが増していて、モデルの仕事も少し増えていた。ピアノの方では少し順位が下がりながらも、コンクールでちゃんと成績を残していた。
この頃から姉はかなりわがままというか、世間を舐めるようになっていたと思う。あまりにも周りからちやほやされるから、何でも自分の思い通りになると考えるようになってしまったのだ。そして私へのあたりもきつくなった。あんたが妹とか本当に恥ずかしいんだけど、絶対に一緒に登下校しないでね。姉は私と同じ中学にいるのがとても嫌だったらしい。私のことをまるでゴミかのように扱い、周りに姉妹だということを悟られないようにしてた。ひどいのは、両親も姉の言うことに賛成したことだ。ゆかがそう言ってるんだから、絶対に学校で話しかけるんじゃないよ。そうだな。ゆかが精神的に追い込まれるようなことはするな。絶対に面倒なことはするなよ。親はそう言って、私に姉に関わらないように言って聞かせた。もともと学年が違うから絡みは少ないが、それでも親からそのように言われるのはショックだった。私にはこの家に居場所はないんだろうな。そのようなショックの状態から始まった中学生活。この頃からどんなに勉強を頑張っても親が認めてくれないことは分かっていたが、それでも勉強を頑張る癖は自然と身についていた。だから学校での成績はかなり良かった方だ。ちなみに姉はピアノはできたが、意外にも勉強は苦手で、なんとか私立の高校に受かったという感じだった。まあそれでも親は姉の合格をものすごく祝福していたが、その後私は県内で一番頭がいい公立高校に入学。だが褒められたのは私立の大学に進学した姉だけだった。この時ばかりは親からすごいと言ってもらえるかなと思ったのだが、どうやら本気で私のことはどうでもいいようだ。まあそれでも高校に通わせてもらえるだけありがたいかもしれない。私はそうやって無理やり自分を納得させた。それからも私は家では完全に蚊帳の外状態だったが、勉強だけは頑張った。本当にガリ勉で気持ち悪い。メイクとか全然しないで恥ずかしくないの？あんたが姉妹とか本当に信じられないんだけど。姉はそうやって私のことを罵倒してきた。自分が大学のミスコンでグランプリを取ったから自慢をしたいのだろう。両親も姉に便乗して私のことを罵倒した。本当に女の子なのかしらね。勉強ばかりしてればいいと思ってるところが、逆に頭が悪いんだよな。ゆかの迷惑だけはかけるなよ。ミスコンの優勝者の妹がこんなに芋臭いなんて知られたくないからな。絶対にゆかと家を出るタイミングをかぶらせちゃダメだからね。両親と姉による私への心ない言葉にももう慣れてきていた。感覚が麻痺してきているのだろう。それに私はだんだん姉を大したことないと思うようになっていた。というのも姉は高校生の頃からは完全にピアノで結果を残せなくなり、自然とやめてしまった。さらにはモデルの仕事も全く来なくなり、両親が言っていたような美人すぎるピアニストとして注目されることはなさそうだった。それから姉は大学生になって羽目を外しすぎて留年をしていた。そんな様子を見て姉はだんだんと堕落していってるなと私は思った。だから自分がやるべきことというか、目標をしっかり作ってそれに向かっていれば、私は絶対に姉よりも豊かな人生を送れるだろう。そういう思いでなんとか自分を奮い立たせていた。そうでなければ、この環境に自分が押しつぶされてしまいそうだったからだ。そしてそれから、私は大学受験の年になった。私が目指すのはもちろんレベルの高い国公立大学。だがこの時に問題が発生した。それは私が進路について親に話しに行った時のこと。大学はこの大学を受けようと思ってるの。私は志望校のパンフレットを親に見せた。すると親は驚きの発言をしたのだ。大学受験？そんなの認めないわよ。
なんであんたに大学に通わせるほどの大金を使わないといけないのよ。母さんの言う通りだ。それならユカのために使う。1年長く大学に通うことになってしまったしな。だからお前には大学には行かせない。もし行くというのなら、自分で奨学金を借りていけ。そんな。私はショックだった。まさか親がここまで私をないがしろにすることを厭わないなんて。彼らにとって子供とは姉だけなのだろう。だが私はそれでも諦めたくなかった。だから奨学金制度を利用できる大学に通うことにした。大学のレベルは志望校よりも下がってしまったが、それでも大学生になることができてよかったと思う。それから私は大学に通いながらアルバイトを始めた。バイトを始めた理由は社会経験もそうだし、早く実家を出たかったからだ。お金を貯めて一人暮らしをしたいと私は思っていた。あとはあまり家にいたくなかったのもある。家では相変わらず両親と姉は私をよけ者にして、三人で家族団らんをしていたからだ。だがここでも私の計画が狂わされることになる。おい、お前いつまでタダでここに居座るつもりだ。え、家賃代わりに家に金を入れるのが筋だろう。父はある日私にそうやって言ってきた。あ、そう。それじゃあ私一人暮らしを始めるからここを出ていくよ。私はそうやって返したのだが、なぜかそれを認めてはくれなかった。ダメだ。お前は今まで育ててもらった恩を忘れたのか。バイトをしてるんだから、ちゃんと毎月家に入れろ。まあ、そのお金を振り込みながら一人暮らしをするというのなら、反対はしないがな。そんな。たかが学生のバイトで、家にお金を入れながら一人暮らしをするまでの余裕を持てるはずがない。だから私は実家で暮らすしかなかった。ちなみに姉は当たり前だが、お金なんて一切入れていないし、バイトをしていなかったから、お小遣いを親から普通にもらっていた。大学を卒業したら絶対に家を離れる。私はそう決意したのだが、私が大学を卒業しても、親は一人暮らしを許してはくれなかった。ようやっとお前に高校の時の学費を請求できるからな。ちゃんと支払い終えるまでは一人暮らしはさせない。親はそう言って、私を無理やり実家にいさせた。ちなみに姉は親が家賃を払っている状態で、一人暮らしを始めた。本当にこの差はひどすぎる。もうここまで来ると、理不尽を通り越していて呆れてしまった。姉は週に2、3回ほど水商売の仕事をしているらしく、それでいろんな指名客からブランド品などをプレゼントしてもらっているようだ。一人暮らしの部屋の家賃は親が払い、定期的に男性に貢いでもらっている姉。ここまでの不平等さが存在するのかと、私は姉を少しだけ恨めしく思ったが、自分で道を切り開くことは諦めなかった。今こうして辛い思いをしていても、絶対に夜明けは来る。そう信じて前を向いて頑張った。そして私が28歳の頃、母が病気で亡くなってしまった。母はもともと体が弱くて、数年前から大病を患っていた。年々かなり体調を崩しやすくなっていたから、覚悟はしていた。父と姉はとても悲しんでいたが、私は当たり前だが、何にも感情が湧かなかった。ずっと虐げられてきたのだから当然だろう。血も涙もないひどいやつだと父と姉からは言われたが、そんなことは気にしなかった。そしてそれから1年後、父が足腰を悪くしてしまい、介護が必要な状態になってしまった。姉に連絡をすると、はあ、私新婚なんだから、お父さんの介護とか無理だから、と言われた。あんたはずっと家に帰省してるんだから、あんたが介護しなさい。少しくらい親孝行をしなさいよ。姉はそう言って電話を切ってしまった。姉はこの時、
水商売で指名をしてきていた男性と結婚したばかりだった。だから新婚生活を邪魔されたくないとのこと。私としてもただの報告だったので、そこまでは期待していなかった。私は父に罵倒されながら介護をした。湯加減はもっとぬるくしろ。俺が呼んだらさっさと来い。まったくお前は不器用すぎるな。日中は仕事があるからヘルパーを頼んでいたが、夜と土日はお金がもったいないので私が介護をしていた。父は感謝の言葉など言わず、私に介護をされることが当たり前といった様子だった。だがそれから1年後、私にとある好機が訪れたのだった。それはある日のこと。いきなり姉夫婦が実家にやってきた。この家には私たちが住むから、あんたは出て行ってちょうだい。私はいきなり姉にそう言われてびっくりしてしまった。姉夫婦はものすごい怖い顔で、私のことを睨みつけている。いきなりどうしたの？私がそう聞くと、姉は驚きの発言をした。どうせ遺産目当てで実家に住み続けてるんでしょ。はい。遺産とは？しらばっくれないでちょうだい。お母さんの遺産を狙って、お父さんの介護をしながらここに住んでるんでしょ。本当にいやらしいやつだな。姉だけでなく、姉の旦那もそうやって私を蔑むような発言をしてきた。だが全く心当たりのない私は戸惑ってしまった。一体何のことを言ってるのか。そういうのいいから。あんたに美味しい思いをさせるわけにはいかないの。さっさと出て行ってちょうだい。そう言って私を追い出そうとしてきた姉夫婦。すると話を聞いていた父もそれに便乗した。ゆかの言う通りだ。お前をここに置いていたら、金を盗まれるかもしれない。そんな。私が父の介護をしてきたというのに、父も私ではなく姉を選んだ。この人たちは本当にひどすぎるな。私は呆れていたが、それと同時に歓喜していた。やっとこの家から解放される。それだけで最高に幸せだった。わかったわ。でも私が買ったものは、私が持って行ってもいいわよね。どうぞご勝手に。私が出て行くと分かった姉夫婦はニヤニヤしながら、できる限り早く出て行ってよ、と私に言って帰って行った。私はすぐに不動産屋に行き、部屋を探した。そしていい条件の部屋があったので即決した。私の荷物は全部持って行っていい。姉にそう言われたので、私は自分が買ったものをまとめていった。そして引っ越しがすでに終わっていることを姉に報告。姉は、意外と早いわね。あんたにしては上出来よ。なんて笑いながら、二度と実家に帰ってこないでね。と言って電話を切った。当たり前だ。こっちから願い下げだ。しかしそれから1週間後、姉から電話がかかってきた。もしもし。一体どうしたの？私が電話に出ると、姉はとても慌てた様子で何やら叫んでいた。ちょっと。どうして家具や家電が一切ないのよ。どうやら、家に一切物がなくなっていることに驚いているようだ。そりゃ、私が全部持って行ったからね。はあ、あんたふざけんじゃないわよ。そんなことして許されると思ってるの？なんで？自分で買ったものは持って行っていいって言ったのは、お姉ちゃんでしょ？あんたが買った？ええ、そうよ。あの家にあった家電や家具は、私がお母さんが亡くなってから新調したのよ。ちょっと待ってよ。お母さんの遺産でお父さんが買ったんじゃないの？何か勘違いしてるのか知らないけど、お母さんに遺産なんてないわよ。その家の生活をすべて支えてきたのは私だから。はあ？どういうことよ。なんであんたがあんなにも最新家電を揃えられるほどの稼ぎがあるのよ。
あれ？お姉ちゃん、私がどこに勤めているのか知らないの？私が働いている会社名を言うと、姉は押し黙った。さすがに世間知らずの姉でも知っているようだ。そこで私は仕事を頑張ったおかげで、まだ30歳だけど課長を任されてるの。だからそれくらい余裕よ。じゃあ家にあった車も？ええ、私が買ったものよ。だから持って行ったのよ。そんな。私そんなこと一言も聞いてないわ。車も家電もないのに、どうやって暮らしていけばいいのよ。そんなこと知らないわよ。私は追い出された身なんだから。っていうか旦那さんは経営者なんでしょ。だったら別に問題ないんじゃないの？家電なんて新しく買えばいいでしょ。私がそう言うと、姉が言葉に詰まった。そして言いづらそうに、旦那の会社、経営がうまくいっていないの、と小さく言った。やっぱりなと私は思った。だからいきなり実家に来て、私を追い出して住もうと思ったのだろう。そうすれば家賃が浮くし、父に生活費を頼ることもできる。まあ姉は、母の遺産がかなりあると勘違いしていたのもあると思うが。あら、それは気の毒ね。しばらくは家電なし、車なしの生活をすれば。ふざけないで。あんたすぐに戻ってきて家電を戻しなさいよ。私のものなんだから戻す必要ないでしょ。お願い。このままじゃ私たち、まともな生活ができなくなる。姉は泣き落としにかかろうとしていた。だが私は騙されない。そんなに大変なら、大事に持っているブランドバッグとか売ればいいでしょ。とにかく、私はもうお姉ちゃんやお父さんとは縁を切るから。もう電話してこないで。私は電話を切り、すぐに着信拒否にしてやった。幸い姉は私の引っ越し先を知らないので、ここに突撃してくることもない。会社に来たら、問答無用で警察を呼べばいい話だし。その後、親戚から聞いた話だが、姉夫婦と父は実家を売って、そこで得たお金でアパートを借り始めたらしい。だが思っていた以上に資金がなかったらしく、3人で住むには狭いそうで、喧嘩が絶えない日々を送っているそうだ。そのうち旦那さんが嫌気がさしたようで、家を勝手に出て行き、姉は父と一緒に取り残されたらしい。父は足腰が悪くて働けないだけじゃなく、介護のための費用も必要なので、姉は再び夜の仕事に戻ったそうだ。だが水商売は基本的に若い方が有利なので、姉は全然指名を取ることができず、若いキャストにバカにされているらしい。そして今までそういう侮辱をされてきたことのない姉は、ブチギレて手を出してしまい、傷害の罪で捕まってしまったそうだ。それからどうしているのかは知らないが、父には貯金はなかったし、姉だってお金がないので、罰金がそのまま借金となっているだろう。暴れたことで、もう夜の仕事はできなくなっただろうし、前科がついているから、普通の仕事も雇ってはもらえないだろう。そんな中で父の介護もしなければならないから、はっきり言って地獄だろうな。まあ私にはもう関係はないが。一方、私は新しい部屋でとても快適に過ごしている。そして猫を飼い始め、毎日猫に癒されながら仕事に打ち込み、充実した日々を送ることができている。しばらくは一人暮らしを満喫しながら、いずれは恋人や結婚相手を探して幸せをつかもうと思う。他人がなんでまだいるの？あんたなんてもういらないのよ。今すぐ出て行ってよね。義妹は私にそのような罵声を浴びせてきた。邪魔だから早く引っ越せ。義母と義妹は一緒になって私を追い出そうとしてきた。私は立ち上がり二人に向かってこう言った。わかりました。私、ここから出て行きますね。
私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して5年になる。私たちの最初の出会いは大学生の時だった。私が新入生として入ったサークルに、彼が一つ上の先輩としてすでにいた。でも私は1年浪人をしているので年齢は同じだった。私と彼はすぐに意気投合。最初の1年間はお互い気になりながらも付き合うことはなかった。だが彼の方から告白してくれて、私が大学2年生の時に付き合うことに。それからお互いに社会人になってからも交際は続き、私たちは25歳の時に同棲を始めた。そして5年ほど同棲生活を送ってから、私たちは結婚することに。5年間も同棲をしていたから、お互いの生活スタイルとかもよく分かっていたし、一緒にうまく生活していくためにたくさん話し合っていた。そのため結婚してからも私たちは楽しく幸せに暮らしていた。今日はちょっと高いコーヒー豆買ってきちゃった。おう、いいね。早速この前作ったシフォンケーキと一緒にいただこうか。最高だね。すぐに手落とし、コーヒーの器具の準備をするよ。私と夫には共通の趣味があり、それはコーヒーだった。私は大学生の時にカフェで働いていた。そこでコーヒーを入れる技術を学び、実際に美味しい手落とし、コーヒーを入れられるようになっていたのだ。そして夫も私の影響でコーヒーが好きになった。私が毎日コーヒーを入れているのを見て、夫も自分で入れられるようになりたいと言い、私の指導のもとコーヒーを入れる技術を学んだ。それからは私たちは2人でよくカフェに行って、美味しいコーヒーを飲んで勉強するようになった。休みの日はそうやってカフェ巡りをするのが定番となり、私たちのコーヒー熱はどんどん上がっていった。いつからか私たちの夢は自分たちでカフェを開くという夢になり、そのために2人で資金を貯めるようになったのだ。美味しいね、このコーヒー。このシフォンケーキともすごく合うね。この豆をベースにしてブレンド作るのもいいね。確かに。私たちはコーヒーを飲みながら、いつも2人で作るお店の話をしていた。それが楽しくて幸せで、夢や希望に満ち溢れた時間だった。本格的に資金が貯まり始めてきた頃、私たちは義実家で義母と同居をしようと話し合った。資金を貯めることだけが理由なわけではなく、私たちが結婚して2年ほど経ってから義父が亡くなってしまい、義母が一人きりになってしまったのもある。義母に相談をすると2つ返事で了承してくれた。マサトもユカも自立してしまっていたから、お父さんが亡くなって私一人になって寂しかったの。あなたたちが来てくれてとても嬉しいわ。義母はそう言って私たちを温かく出迎えてくれて、私たち3人での生活がスタートした。お母さん、これすごく美味しいです。ありがとう。でもすっごい簡単なのよ。ある調味料を加えるだけですごくコクが出るの。そんな簡単にできるんですね。さあ、たくさんあるからもっと食べて。義母はとても優しくて、しかも共働きの私たち夫婦のために家事をすべて引き受けてくれていた。義母が作る料理は本当に美味しくてお店レベルだった。しかも私にすごく優しくて嫁いびりなんて一度もされたことがない。私たちは3人すごく仲良く幸せに暮らしていた。こんなにも満たされた毎日を送れて、私はなんてラッキーなんだろうかと思ったほどだ。この家を支えてくれている義母には本当に頭が上がらない。夫も同じことを考えていたようで、私と夫は義母のために家に少し多めにお金を入れることにしていた。2人で毎月20万を入れて、家族3人の生活費として使ってもらっていた。そんなにいらないよ。もっと2人のために使いなさい。義母はそう言って私たちからこんなにもお金をもらうことを拒んだが、私たちは2人で義母を説得した。母さんへの日々の感謝なんだよ。
だから使ってくれ。そうですよ。それに家計の管理も任せてしまってますし。お母さんの仕事への対価として受け取ってください。私たちがそう言うと義母は、そこまで言うならありがたく受け取るよ、と言ってくれた。こうして私たちは仲良く幸せに暮らしていた。しかしそんな中、私たちを悩ませる存在が現れた。それは義妹のゆかだ。義妹はもともと結婚を機に義実家を離れて他県にいた。だがつい最近離婚をしたらしく、こっちに戻ってきたのだ。お母さん、今月の生活費ちょっと頼めるかな。この前2万円をあげたばかりでしょ。そんなんじゃ足りないよ。足りないって。あんた仕事は？それがなかなか決まらないのよ。だから本当に生活が厳しくて。お願いお母さん、娘を助けると思って。義妹はそう言って義母にいつもお金をもらおうとしていた。義母は最初は突き放すも、娘からこのようにお願いされて根負けし、お金を渡していた。だが私は少し複雑だった。義母が渡しているお金は、私と夫が家に入れているお金から出ているのだろう。別に私たちは義妹の援助をするために、義母にお金を渡しているわけではない。私は納得がいかず、夫に相談した。すると夫はまさか義妹がお金をたかりに来ているとは知らなかったようで、すぐに義妹に連絡をした。お前、母さんにお金を頻繁にもらいに来てるらしいな。いい加減そうやって金をたかるのはやめろ。何よ。私は生活に困ってるの。そういう時に親を頼って何が悪いの。お前は昔からずっとわがままばかり言って、父さんと母さんからたくさん援助してもらってたじゃないか。専門学校に通わせてもらったのに就職はしないし、語学の勉強のためって言って留学費用を出してもらって、しかもその時の1年間の生活費も出してもらっていたくせに、全く英語を身につけないで帰ってきたよな。母さんたちはお前のことを甘やかしてしまっているが、俺は許さないぞ。どうせ金がないっていうのも嘘で、本当は遊ぶ金が欲しいだけだろ。今後一切母さんからお前にお金は出させないからな。そんな。ちょっとお兄ちゃん、それはいくらなんでもひどすぎるよ。私、本当に大変なの。生活に困ってるのよ。それなら持っているブランド品を売ったらどうだ。いつもお前がお金をたかりに来るとき、ブランド物のバッグを持ってきているそうだな。どうして金に困っているやつがそんな高いものを身につけてるんだ。それは記念に取っておいてるの。高かったから手放したくないのよ。ブランド品なんてそう簡単に買えないから、それくらいいいでしょ。義妹はそのように言って食い下がる。それほどまでに生活に困っているっていう証拠を見せてみろよ。夫がそう言うと義妹は分かったわ。今度の週末にそっちに行くから、と言って電話を切った。本当に困ったやつだ。ゆかちゃん、そんなにお金がないのかしら。さあな。でもあいつのことは信用できない。夫はそう言って険しい顔をしていた。私は義妹とは正月とか盆とかにしか会ったことがなく、その時は他の親戚とかも集まっていて、義妹と直接話すタイミングはほとんどなかったので、正直どのような人なのかまではよく分かってはいなかった。だがこの前、義妹が義母にお金をたかりに来た時は、なんというかわがままそうだなという印象だった。まああまりいい印象は抱いていなかったということだ。だから夫が義妹にしっかりと言ってくれて頼もしいと思った。義妹なら私たちにもお金をたかりかねないからだ。そしてあっという間に週末になり、義妹が義実家にやってきた。私たちは義妹が来た瞬間に絶句した。ゆか。あなたその荷物どうしたの？どうしたのってこれから、ここで住むから全部持ってきたんだよ。何を言ってるんだお前は。
今日はお前がどれだけ生活に困っているのかを確認するって言っただろ。なんでそんな荷物を持ってきてるんだよ。夫が顔を真っ赤にして怒鳴る。だが義妹は全く動じずに肩をすくめた。そんなこと言われてもさ、仕方ないじゃん。私、家賃支払えなくて家追い出されたんだから。はあ？私たちは呆れ返ってしまった。義妹は私たちが黙り込むと許可してもらえたと思い込んだのか、じゃあ今日からよろしくね、と言って自分の部屋に荷物を運んでしまった。義母と夫はとても険しい顔をしながら私に謝ってきた。のぞみ、本当にすまない。まさかあの子がここまでするとは思わなかったわ。二人が辛そうにしているのを見て、私はなんだか気の毒に思えた。お母さん、全然気にしないでください。マサトにも責任はないわ。来てしまったものは仕方ないから、これから4人でじっくり話し合いましょう。私がそう言うと二人は少しほっとした顔を見せた。そして義妹を居間に呼んで話し合いが始まった。勝手に移り住んでくるなんて卑怯なことやめろよな。どうしてそんなに生活が苦しいんだ。夫は義妹を注意しながらも理由を聞いた。すると義妹は、実は不倫がバレちゃって慰謝料を請求されてるのよ、と言った。それを聞いた私たちは再び頭を抱えた。つまり義妹の離婚の原因は義妹の不倫で、義妹はその慰謝料を請求されているからお金に困っているということだ。どうしてお前はそうやって。ああ、もう、お兄ちゃんの説教はいらないよ。しょうがないでしょ。やってしまったことは。これでわかった。私は本当に困ってるの。義妹は開き直ってそのようなことを言った。これには私も呆れてしまった。義妹が困っている理由次第では味方になろうかと思ったが、これは無理だ。そして親からお金をもらうことが当たり前になっている義妹を私は軽蔑した。今は家を追い出された身だから仕方ない。だけどバイトを増やすとかして必ず自立しろ。ちょっと、私をここから追い出すつもり。当たり前だ。ここは俺たちが母さんと一緒に暮らしてるんだ。お前は絶対に俺たちに甘えて堕落した生活を送るだろそんなこと決めつけないで。う。じゃあまず月に2万、この家に入れろ。もっと家に入れてほしいが、慰謝料の支払いもあるだろうから、これで勘弁してやる。ちょっと待ってよ。お金を取るの。当たり前だ。いい大人がタダで住めると思うなよ。そんな、お母さんも何とか言ってよ。残念だけど今回はマサトに賛成よ。少しでいいから家にお金を入れてちょうだい。勝手に出戻ってきたんだから、それくらいはしてちょうだい。義母にそう言われて義妹はついに折れた。わかったわよ。お金はすごく苦しいけど2万を入れるわ。それから私たちと義妹の4人での生活が始まった。義妹はなぜかわからないが、パートタイムのバイトをしているようで、平日に3日ほどしか働いていなかった。それ以外はずっと家でダラダラしているらしい。私が仕事から家に帰ると義妹はソファで寝転がっていて、義母が一生懸命に4人分の晩ご飯の支度をしている。私はさすがに我慢できなくなり、義妹に注意をした。ねえ、ゆかちゃん。せめて料理くらい手伝ったら。お母さん一人で全員分を作るのは大変でしょ。私がそのように言うと、義妹は飛び起きて私を睨みつけた。はあ？私に指図してるの？え？お兄ちゃんとかお母さんとか家族に何か言われるのは100歩譲っていいとしても、あんたには何も言われたくない。ちょっとどうしたの？いきなり。うるさいな。あんたのことは家族だなんて認めてないの。私に指図しないでちょうだい。
義妹はそう怒鳴って自分の部屋にこもってしまった。私はびっくりして固まってしまった。義母は、ごめんなさいのぞみさん。あの子のこと、後できつく言っておくから、と私に駆け寄ってそう言ってくれた。この時私は初めて義妹の私への扱いというか胸の内を知ったのだ。家族と認めてないと言われて私はすごくショックだった。その後、義母と夫が義妹を怒ってくれたが、義妹はそれ以来あからさまに私のことを敵視するようになった。最初はこちらから歩み寄って心の壁を壊そうと思ったが、こちらが何をしても義妹は私を避けたり嫌ったりするので、私ももう諦めてしまった。それからは、お互いに必要以上に関わらないという状態になっていた。だがそんな中、義母が怪我をしてしまい、足腰が不自由になってしまう事態に。義母は介護が必要な状態になってしまったのだ。私たちはとても悩んだ。義妹に介護を頼むことはまず無理だ。そうなるとヘルパーさんを呼ぶか、私と夫のどちらかがやるしかない。俺が仕事を辞めて母さんの介護をするよ。なんと夫は自らそう言った。長男としての責務と、あと私と義妹の仲が悪いのを考慮しての判断だった。あいつはテコでも動かず、この家から出ようとしないから、とりあえずは俺が母さんの面倒を見ながら、あいつに家を出ていくようにしつこく言うよ。夫はそう言って仕事を辞めて義母の介護に専念した。義妹は夫から毎日のように小言を言われて鬱陶しく感じたのか、バイトのシフトを増やして働くようになった。そのおかげでちゃんと2万円も毎月入れてくれている。これで少しはマシになったと思ったのに、今度は私を悲しませるとても辛い出来事が起きた。夫が事故に遭い亡くなってしまったのだ。夫はちょうどスーパーに車で買い出しに行っているところだった。その時に対向車が突っ込んできて夫は重体で運ばれて、そのまま病院で息を引き取ってしまった。私も義母も夫の死をとても悲しんだ。さすがの義妹も答えていたようだ。葬儀が終わってからも悲しみに暮れていた私たち。私は自分もすごく辛くてずっと泣きっぱなしだったが、義母が泣いている姿を見てとても心が苦しくなった。この人は義父も失って夫も失った。誰かがそばにいてあげないと。義妹だけじゃ心細い。そう思い私は夫が亡くなってからも義実家に住み続けることにした。義母は私がそのように言うと少しほっとした様子だった。こんな私のためにありがとう。いいんですよお母さん。私は本当にお母さんによくしてもらいましたから。私はそれから仕事に打ち込み、義母の介護についてはヘルパーさんを雇うことにした。だがここでまた義妹が問題となった。夫が亡くなり、注意する人がいなくなったことで、バイトも辞めて家にお金を入れなくなってしまったのだ。そして家でずっとくつろいでいて、義母のヘルパーさんに家政婦的なことをさせようとしたりと問題を起こしていた。これは義母も見過ごすことができず、義妹を注意したのだが、義妹は義母の言うことを聞かず、それからも好き放題していたそうだ。日中のことは私は仕事に行っているので知らない。だがさすがに義妹を野放しにしておくことはできない。私は義母と話し合った。やっぱりそれしかないわよね。義母は悲しそうにしながらも私の提案に乗った。そしてある日の食事の時、義妹がニヤニヤしながら私にこう言ってきた。のぞみさん、外面はいいみたいだけど相当ひどい女ね。え、お母さんが言ってたわよ。嫁であるのぞみさんが贅沢をしていて、勝手にこの家のお金を使ってるって。は、どういうこと？隠しても無駄よ。あなたはお兄ちゃんがお父さんからもらった遺産を勝手に使って、お母さんのヘルパーを雇ったり、自分の趣味などに費やしてるそうじゃない。そんなことしてないわよ。じゃあ、お母さんが嘘をついてるっていうの？それは。
おかしいと思ったんだよね。他人なのにこの家に住んでるの。そうやってお金をたかってるのって私じゃなくてのぞみさんじゃない。でもそれも今日で終わりよ。他人がなんでまだいるの？あんたなんてもういらないのよ。今すぐ出て行ってよね。義妹は私にそのような罵声を浴びせてきた。すると義母も私の方を見て口を開いた。邪魔だから早く引っ越せ。義母と義妹は一緒になって私を追い出そうとしてきた。私は立ち上がり二人に向かってこう言った。わかりました。私、ここから出て行きますね。そして私は荷物をまとめてすぐに義実家を出て行った。だがこれは義母と私の作戦だ。あのまま私が住み続けたら、お金の出所が私が毎月入れている20万円だと義妹にバレてしまう。だから私があえて悪役となって出ていくことにしたのだ。だがこの計画はこれで終わりではない。もちろん義母も幸せにならなくてはいけない。だから義母はあの家を売って高級介護施設に入ることにしたのだ。実は義母はとても倹約家だった。そのため私と夫が渡していた毎月20万のお金を3分の1ほど毎月貯金していたのだ。だから数年経った今、かなりの楽になっていた。義母はそれを私に全部返したいと言っていたが、私はそれを断った。私自身も夫との店のために貯金はずっと続けていたし、義母に渡していたお金は私たちの気持ちだったからだ。義母はありがとうと涙を流しながら感謝してくれて、そして自ら介護施設に入ったのだ。そうなると当然、あの家から義妹も追い出されることになる。私が家を出てから少し経ってから義妹から連絡が来た。のぞみさん。助けて。私、このままじゃ住む家がなくなっちゃう。ああ、聞いたわよ。お母さんが家を売ったからでしょ。もしかして知ってたの？ええ、そうよ。そもそも私は夫のお金を勝手には使っていないわ。ああいった話はすべてお母さんと作った話よ。そんな、どうしてそんなことを？あなたがいつまでも改心しないからでしょ。もう親からも見捨てられたのよ、あなたは。嘘。のぞみさん。あなた、私の義士でしょ。助けてよ。赤の他人って言ったのは誰かしら。あなたがどうなろうと私にはもう関係のないことよ。せいぜい一人で行きなさい。それじゃあね。ちょっと。私はそう言って電話を切り、義妹の番号を着信拒否にした。あれから義妹がどうしてるのかは知らないが、無職で貯金もない義妹にまともな生活を送ることは無理だろう。一方、私はつい最近会社を辞めて夫と約束していたカフェをオープンした。本格的なコーヒーと美味しいスイーツが味わえることが特徴の小さなカフェだ。まずは地域の人たちに親しんでもらえるように、一杯一杯丁寧にコーヒーを入れて提供していこうと思う。ちなみに私は定期的に介護施設を訪ねて義母にも会いに行っている。近々介護施設でちょっとしたイベントがあるみたいなので、そこで出張カフェを開いて、義母にも私が入れた美味しいコーヒーを飲ませてあげたいなと思っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。